バフンウニは、海苔を使わずに薄めのミョウバンにつけてから卵巣と精巣が混ざって入ってるんですよね。はい、ウニの種類ということで、今日はこちらね、ウニを4つ用意したんですけれど、最初にウニの種類を紹介しまして、続いてね、塩水ウニっていうね、水に浸かった流通の仕方もあるよといったお話をしまして、最後にお寿司にした際にね、軍艦で出すのか握りで出すのか、海苔をつけるのかつけないのかっていうね、その基準、僕なりのね基準をお話ししようかと思いますと、最初にねウニの種類について紹介しますと、国内でね流通するウニっていうのは大きく3種類ありまして、一つはこちらは、紫ウニという種類のウニですね。続いてこちらがバフンウニという種類のウニですと。最後ね、このウニは豊洲ではね流通するのは夏場のごく一部っていう形なんですけれど、赤ウニというウニで、主な産地は淡路だとか、あと九州だとか西の方で取れるちょっと小粒のウニっていうイメージですかね。こっちのね赤ウニが西の方で取れるウニなのに対して、こっちの紫ウニだとかバフンウニだとかは北海道だとか青森、岩手、北の寒い地域で取れるウニと、先ほどね紫ウニ、バフンウニ、赤ウニという紹介をしたんですけれども、一つ注意しなければいけないのは、このね紫ウニというのはお店によっては白ウニっていう表現をするんですよ。紫ウニを白ウニと表現するのに対して、バフンウニのことを赤ウニって表現することがあるんですよね。そうなるとバフンウニも赤ウニ、赤ウニも赤ウニっていうね、なのでこの赤ウニっていう表記がバフンウニなのか赤ウニなのかは若干ね怪しいところではあるかなと。見た目でね赤ウニというのは比較的粒が小さいので、よっぽどね食べ慣れていれば赤ウニとして出てきたウニがバフンウニか赤ウニかねわかるとは思うんですけれど、この辺はわからなかったらお店の方に確認してくださいと。で、なんで紫ウニ、バフンウニを白ウニ、赤ウニという表現の仕方をするのかと言いますと、バフンウニってね漢字で書くと馬の糞のウニって書くんですよね。食事中のメニューに表記するにはとてもね品のない表現だということで、このね色の違いで紫ウニっていうのはねちょっと映像だと分かりにくいかもしれないんですけれど、バフンウニに比べて若干ね白っぽいんですよね。なので、白と赤という表現、紅白ですよね。縁起も担いで白と赤という表現をするようになっていますよと。続いて、ウニの流通について紹介しますと、夏場なんかはね殻付きの伊賀の状態でも流通するんですけれど、基本的なね流通の手段は大きく2種類、この板に乗った状態と塩水ウニっていうね、塩水に使った状態のこの2種類で流通しますと。味のね違いについてお話ししますと、こっちのね塩水ウニの方がより取れたてに近いフレッシュな味わいのウニですと。板ウニの場合はミョウバンっていうね、ウニってこの塩水ウニの状態だと塩水から揚げてね2日もするとドロドロに溶けてしまうので、そのねとろけを防止するために薄めのミョウバンにつけてからこの板に乗せるんですよ。そのミョウバンの効果でこのとろけるのを防いではいるんですけれど、ミョウバンっていうのはね独特の苦味があるので、ウニが苦くて嫌いっていう方はウニの苦味というよりもミョウバンの苦味が苦手っていう場合が多いですかね。ミョウバンを使っていない分、こちらの塩水ウニというのは期限が早くて、この板ウニに関しては業者とかねメーカーによってどれだけねミョウバンを使ったかによって賞味期限の長さは若干変化しますよと。こうやって説明するとね、板ウニってなんとなくねこの塩水ウニに比べて品質の劣るウニっていう印象を持つかもしれないんですけれど、こういった形でねこのパッケージに無添加っていう板ウニでもミョウバンを使っていない商品も市場には流通していますよと。例えばね同じ無添加同士でこの塩水ウニと板ウニを比べた場合、塩水ウニっていうのはね当然
水分が多いので、そのみずみずしさとかフレッシュ感は塩水ウニの方が味わえますし、板ウニっていうのはね、ある程度水分が切れた状態で流通するので、だからウニのね、味が濃いめに感じるのは板ウニの方だったりしますかね。ウニというのはウニの卵巣の部分だと思っている方が多いんですけれど、ウニっていうのはね、オスメス区別のある個体でして、卵巣と精巣が混ざって入ってるんですよね。これね、卵巣と精巣の見分け方はこのね、この箱で言うとこういったね、オレンジがかった部位っていうのは卵巣で、こっちのねちょっと白っぽい部位、白みがかった部位っていうのは精巣ですと。この辺は精巣っすよね。でこの辺りは卵巣と。当然ながらね、これ卵巣精巣分けた状態で箱に並べられたものもありまして、そういったものはね、やっぱり手間がかかる分値段は高くなりやすいですと。このね、卵巣精巣の味の違いというのは、白子と卵の味の違いに近くて、このオスのね、白の精巣の方が美味しいとは一般に言われる場合が多いですかね。続いてウニをね、お寿司として提供する際に軍艦だとかね、あとは手巻きのように海苔と一緒に提供するのか、それともね、ウニとシャリだけの握りとして提供するのかと、そのね差について僕なりの考えをちょっとお話しさせていただきますと、これね、バフンウニと紫ウニを比べた場合ね、紫ウニというのは香りを楽しむウニといった印象なんですよね。一方でね、こっちのバフンウニの方は香りを楽しむというよりも甘みを楽しむウニと。これをね、お寿司にする際にこの紫ウニのこのね、磯っぽい香りが非常にね、海苔と相性がいいということで、僕の場合はね、軍艦だとか手巻きにする場合はバフンウニでなく紫ウニを使って海苔の風味と、ウニの風味を楽しんでいただくといった形ですかね。バフンウニに関してはこのね、紫ウニほど香りが強くなくて、海苔と一緒にね食べるとどうしてもね、このバフンウニが持っている香りが海苔の香りに負けて隠れてしまいやすいんですよね。なので、僕の場合はね、バフンウニは海苔を使わずに握りとして提供していますよと。これね、しっかりと乾いているウニなら、握ってもね、こういった感じで形が崩れずにしっかりとお寿司の形になりますんで、こんなね、握りも存在しますよと。続いてこれね、塩水ウニ。塩水ウニっていうのは一度真水で洗ってね、こういった形でペーパーで水を切ってから使うんですけれど、塩水ウニっていうのはね、この板ウニに比べて基本的には柔らかい場合が多くて、もちろん塩水ウニの中でもバフンウニ、紫ウニ、赤ウニと種類はあるので、もしね、この塩水ウニを海苔なしでね提供する場合なんかは、シャリ玉を作りまして、シャリ玉のね上面を平らにならしてから、そこにね、ウニを乗せると。そうすれば、海苔なしでね、一応握りの形は取ることができますので、バフンウニのようにウニを握るって、なんとなくね、かっこいいはかっこいいんですけれど、無理にね握らずとも、こういった、お寿司の作り方もございますと。赤ウニっていうのは味も濃いし香りもいいしっていうね、なんかね、このバフンウニと紫ウニの良さを凝縮したようなウニなんですよね。海苔を使ってもね、もちろん美味しいですし、海苔なしで提供しても美味しいですしと。ちょっと下世話ではあるんですけれど、お値段の話をすると、赤ウニっていうのはね、圧倒的に高いんですよ。これね、お店で頼むとおそらくね、1貫3000円は安くてもする。高いお店だと1貫5000円だとか6000円、それぐらいのね値段で、やり取りされるようなウニですよと。お任せのお寿司屋さんで赤ウニが出てきて美味しいって言って2貫3貫食べてしまうと、おそらくね、お会計はウニだけで1万円2万円とついている場合があるので、確かに美味しいんですけれど、頼みすぎにはご注意くださいということで、今日はね、
ウニの種類だとか、あと塩水ウニと板ウニっていうね、流通の仕方の違いだとか、あと最後にね、このお寿司として提供する際に海苔付きで提供するのか海苔なしで提供するのかと、そんなねお話をしたんですけれど、もしねお寿司屋さんに行って海苔ありで出てきたり海苔なしで出てきたりということがあったら、多分ね職人さんはこだわりがあってその方法で提供しているかと思いますんで、その辺ね職人さんに聞いてみると、面白いお話が聞けるかもしれませんと。本日の動画は以上でございます。